始まった始まったですか？映ってる？みんなコンピオニーです。映ってる？聞こえる？大丈夫？大丈夫？はい。じゃあお名前お呼びします。はい。キャタロお兄ちゃん、エールちゃん、ケイさん、ルドルフちゃん、ナオさん、村田学ロロロちゃん、ホムホムちゃん、カティ、ナオさん、スカイネコちゃん、カティ、来てくれてありがとう、コンピオニーです。どう？縦型配信。あ、ヨシヨシさんお疲れ様です。来てくれてありがとう。ケイさんもいらっしゃい。来てくれてありがとう。コンピオニーです。どうですか？縦型配信。どうですか？そう、この間朝活で少ししてみたんだけど、もうちょっと、あれかな？ちっちゃい方がいい？これぐらい？胸が強調されててよき。これぐらいかな？どう？かわいいね、その髪飾り。髪飾り前からあったよ。あ、そうそう。今日はね、ちょっと夜の雑談で使ってみようかなと思って、縦型配信にしてみました。どうですか？いい感じ？なんかちょっと距離感近くていいよね。前回はさ、コメントがちょっと出てなかったんだけど、今日はちゃんとコメント出てるね。よかったよかった。いつもより小さい。本当画面いっぱいにならない？縦型配信だといつもより、大きいはずなんだけどな。もう、コメント出て偉い。ほんとコメント出て偉い。仕事できるようになったね、コメントも。はい、今日もよろしくお願いします。はい、確かにめっちゃ近いね、パイ。みんな父に目行き過ぎだろ。スマホだとぴったりですが、パソコンで見ると画面がスリム。あ、そういうことか。確かにね、パソコンだとそうだよね。あれだよ、みんな、携帯で見て、私の、このでっかいメロンを、拝むといいよ。あ、ね、みんなさ、そういえばさ、ちょっと、私今日すごく驚愕した話を一本いいですか？さ、サンリオのさ、ハローキティちゃんっているじゃんね。知ってる？みんなキティちゃん。キティちゃん知ってる？でさ、ピオさ、そう、縦型でペイを拝む時間だった。待って、私の話聞いてよ。待って、知ってる？ハローキティちゃんってさ、猫じゃないって知ってた？私だけ？私知らなかったんだけどさ、猫だと思ってたの。そしたらなんか彼女猫じゃないらしいんだけど、知ってた？みんな。やばくない？猫でしょ？猫だと思ってんで、さすがにキティちゃん知ってるわって。猫じゃないでしょ？知らんかったでしょ？いや、あれキティちゃん猫じゃなくて幼女らしいんだよね。あれは幼女なんだって。幼女が自分のなんか自分をあてがって猫っていう風にデフォルメしてるだけらしいんだよね。そういうちっちゃい女の子なんだって。幼女。そう幼女。ちょっとこれだけでも意味深じゃん？これだけでもさ意味深なんですけど、確かキティちゃんってさ彼氏いたよねと思って。違うキティちゃん、女の子が自分のことを猫だっていう風に見立ててお話をしてるっていうお話らしくて、ペットも飼ってるらしいんだよ。でね、そこで私はちょっとって思ったのが、キティちゃんさ、彼氏いるじゃん。ダニエルくん。知ってる？あ、パトセさん、いらっしゃい。来てくれてありがとう。こんばんは。来てくれてありがとうございます。パトセさんさ、キティちゃんさ、幼女だって知ってた？逆擬人からって知ってた？ラドクリフじゃないよ。違うよ。違う。キティちゃんの彼氏は、ダニエルくんって言うんだけど、みんな知ってた？今時小学生でも彼氏いるからだから。いや、じゃあそのこと言ったら、君たちと私はどうなるんだ？彼氏も彼女もいないけど。いや、でさ、しかもダニエルくんがね、ちょっと怪しげなんだよね。ちょっと私一応今日配信で話すから、
どんなね方が来てもいいように一応ねバミルクと同じカテゴリーだね。一応私ダニエルを検索したの。ダニエルくんはしょっちゅう親父ギャグを飛ばしていて、キティちゃんにまるでおじさんみたいってよく突っ込まれてるんだって。そんなさ少年いるそんな初対いるうちの娘さんまだ彼氏いないぞ。いや中学生でしょ。早い早い。いやだからさ、もしかしたらさ、私ダニエルくんってキティちゃんの彼氏のダニエル、クータくんいらっしゃい、来てくれてありがとうございます。今ねキティちゃんって実は幼女だって話してて、でキティちゃんの彼氏がねなんか親父ギャグすごいんだって。でキティちゃんと同年代だったら幼女なはずなんですよ。あれ逆擬人化らしくて、だからこれもしかしたらワンチャンキティちゃんの彼氏って言われるダニエルさんはおじさん説あるんじゃないかなと思って1970生まれであることが、モチーフは猫というか人間というかいやそういやこれね、いやもはやAT さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。いらっしゃい。今ねハローキティちゃんが実は人間の女の子で、彼氏が実はおじいさんなんじゃないかっていう疑惑が出てるって話ゲーティさんいらっしゃい、来てくれてありがとう。いやパパ活キティちゃん、いやワンチャンありえるよね。ピューロランドも仕事を選べなくなってきたかもしれないよねいや私さユーリオンアイスのねユーリオンアイスのコラボ行った時になぜか私の推しとキティちゃんがふかふか卵のお布団で寝てて、なんか私キティちゃんに寝取られたかと思ったもんねちょっと待ってね。鈴木さんいらっしゃい、かけるさんいらっしゃい、コンピョニーです。来てくれてありがとう今ねキティちゃんが実は幼女だからって話してた今日も来てくれてありがとうございます。夜初めての縦型配信ですがどうですか縦型になっても結局は下ネタですねピューロランドのピューってそういうそういうことビューランドってことドピューロランドってことやばい、キティちゃんにどんな描かれとるやんユーリオンアイスの聖地わしの地元だったよな。本当？私あそこまで行ってユーリオンアイスのユーリオンアイスごっこしまくったよマジ海鮮美味しいよな。イカがめちゃめちゃ美味しかった。アンテンの霜縦型配信かわいいね、ありがとうダメだってダメ？ドピューロランドダメ？でもみんな好きでしょドピューロランド。一度は行きたいドピューロランド。カエルとかケロッピーとかさ、なんかなんか垂れたパンダとかいたよね。メルヘンごめん待って、私の代わりに謝ってんの？いやなんかそんな別にあれじゃない、なんかみんな下ネタは恥ずかしいことじゃないよ。みんな下ネタから生まれたようなもんでしょ。みんな下の子でしょ星の子じゃなくて下の子でしょいや琥珀さんいらっしゃい。今ねピューロランドのキティちゃんが実は幼女で、その彼氏のダニエル君って実はパパ活のおじさんなんじゃないかって話してたそうするとね、なぜそういう風になったかっていうのは11分ぐらい前に戻ってちょっと聞いて。下の子いやここに来てる人たちはみんな下の子でしょ下の親が通りますいや村田学は唯一この配信で受精卵を育ててる男だからね。みんなこの人にはね頭上げちゃダメだからそう私排卵しかしてないからさ、みんなもねドピューしかしてないでしょ。ドピューロランドだからすいません、ちょっとリセックスする。ピューニーちゃんがまだじゃあね、いってらっしゃいいや私ねそうなんかそう思うとさピューロランドってそもそも何なんだろうと思ったんだよね。わしら一個上の存在いやみんなさ不思議だなって思うこととかない？なんかなんかさ最近ほんとそれこそ小学生の時から彼氏いるとか言うじゃん。どこまでやんのって思わない？チュチュとかするのまずそもそもさチューとかさ結構斜め上のさ行為なんだけど、私からすると犬としかチューしてない
知識あるんかな。いや、あるんじゃない？チューをする。小学生がやば。どこですんの？駄菓子屋駄菓子屋でチューすんの？保健体育ガチでやってる子も確かに。ちなみにサウスパークではめちゃめちゃガチでやってたよ。おしべとめしべがつって。チューはもう幼稚園レベルで終わる。そうなの？それカティが韓国だからじゃない？小学生で接吻、下ネタの話結構するみたいよ。どういうこと？それってさ、私がさ小さい時にさ何の知識もなかった私に対してさ、なんか友達という名のよくわかんない女の子にさ道でさ「ピオニーちゃんオナニーって言って」って言われたみたいなもんじゃん。それじゃなくて幼女のピオニーは何も分からず道行く人にオナニーって言ってました。呪文のように言わされてた。かおりちゃんに。中学生までチューはなかったです。いや、中学生でチューしてたの？やばくない？進んでんな。やばい例え出てきた。ヒーローユーザーいらっしゃい、こんばんは。お久しぶり。3ヶ月ぶりだね。来てくれてありがとう。縦型配信はどうですか？違う、かおりちゃんが家って言ったんだよ。坂の上に住んでるかおりちゃんがさ、私に家って言ったんだよ。で、私は、そう、一人で、いろいろやることをそういう風に言うらしいんだよね、みたいな。ピューちゃん、今からお兄さんが来るからその人に言ってみてって言われて、私は道行く通りすがりのすれ違う人に言わされてたんだよ。オナニーって。恥ずかしいね。だけどさ、横文字って小さい時覚えらんないじゃん。だから、そのかおりちゃんとバイバイしたらもうすぐその単語忘れて、結構大きくなってからそういえばあの時言わされてたのってこれやなっていう風に思いました。小学生の親戚下ネタの話ばっかしててるとか、その話振ってきてアダルト動画見てって言ったりとか。そうなの？親戚の人たちやばくない？集落かい。なんか下ネタが盛んなんですね。今も言ってくれてるけど、何も知らないうちに教えられたかおりちゃん羨ましい。いや、かおりちゃんはね、あいつ他の人とかいじめてたくせに、その子がめちゃめちゃ学校来なくなったら「いや私は知りません」とか言い出すようなやつだったから、あいつは悪ガキよ。そう、通りすがりのおっちゃん、いや通りすがりのお兄さんだって。一番初めは初見は通りすがりのお兄さんで、自責がおじさんだった。そう、いやそう、あの時そう、私そんなに本当にマジでエロ本とか見つけても何してんのかよく分かんなかったから、かおりちゃんクソ。いや、かおりちゃんはクソだよ。新体操で私立の中学行ったけど、私そこの学祭一緒に行こうって言われて、なぜか一緒に行ったんだよね。でもいまいち何見たか覚えてないぐらいの。年末に鉄マンしながらタバコ吸い裏ビデオを見てたの15年前。徹夜して AV 見てたの。徹夜して裏ビデオ見てたの。ちゃんと寝なよ。首席のお兄さん、自席がおじさん。そう、首席がお兄さんで自席がおじさんだったんだよ。そう。で、そう、それで2回か3回ぐらい行って、で、その後、なんだっけ、喉乾いて、かおりちゃんちのおばあちゃんちだったんだけど、そこ、おばあちゃんに、すいません、飲み物いただいてもいいですかって言われたら、庭の水道の水渡されたんだよね。やばくない？今時飲み物ぐらい自分で持ってくるものよとか言ってめっちゃキレられて、で庭のさ庭にさ蛇口ついてる庭あるじゃん。あそこで水汲んできて「あ、ケロタンいらっしゃい」で、それで庭の水渡されて庭の水飲まされてた。今ね、下ネタを道端で公言するよう強制させられたかおりちゃんちで飲み物くださいって言ったら庭の水出されたって話してた。やばいよね。自分で言うのもなんだけど、今思うと本当にやばい家だなって思うよ。そう香りがお腹にいる時お母さん母乳が止まらなくて母乳
おっぱいになんかタオルをいくつもしてたらしいんだよねとかって話を突然なんか道端でされるっていう真夏の坂道いや、かおりちゃんマジ吉だよねあと、りえちゃんってのがいて、りえちゃんはまじまじいじめっ子だったの。超いじめっ子で。で、私、アパートに住んでたんだけど、その時。で、2階に住んでて、1階と2階しかなかったのね。で、りえちゃんは1階に、あ、違う、えみちゃんだ、えみちゃん。えみちゃんは1階に住んでたんだけど、なんか、えみちゃんち、なんか週末になると大量に人が来る感じでで、それでなんか、めちゃめちゃいじめっ子で、私もなんかえみちゃんによくいじめられてたんだけど、なんか泣かされるたびに親御さんと一緒に謝りにうちに来てたんだけどね。なんかそれが、なんかかわいそうだから、なんかもう言うのやめようと思って仲良くしようと思って一生懸命してたんだけど、なんかある日突然ね、えみちゃんの家に招待されたの、私。あ、そらおちゃんいらっしゃい、コンピオニーです。今ね、昔の友達の話してる。で、エミちゃん家行ったんだけど、エミちゃん家のトイレがね、真っ暗だったの。私さ、同じアパートだから同じトイレなわけじゃん。同じ TOTO なわけじゃん。なのにさ、エミちゃん家のトイレが、なんか見たことないぐらい真っ黒でね。で、なんか、と思って、エミちゃんトイレ黒かったんだけど、みたいな話したら、トイレだからね、そういうもんだよって言われて、で、なんか、私の家は、綺麗なピンク色だったからさ、で、なんでピンクが黒くなるのかなと思って、でも大人になって考えたら、ただ汚いトイレだったんだなって思う。いや、それはそうしてない。でもおめえの心も真っ黒だけど、おめえの便所も真っ黒だなってことだよ。そう。いや、本当になんか、あの時言ってやればよかった。ボットページだったんだよ。いや、違う、同じアパートだからうち、家賃16万のアパートに住んでたからさ、そこそこいいアパートですよ。黒ずみトイレとか。いや、あの時はね、黒ずみっていう存在すら知らなかったから、いや、すごかったね。で、うちさ、喘息とアトピーあったから、めちゃめちゃ掃除が行き届いてる家だったから、本当になんか黒ずみとか全くなかったからさ、びっくりしちゃったんだよね。トイレって黒くなるんだと思って。ピンクって時々お風呂掃除されるのサボるとあれ出てくるやつ。違う。TOTO のさ、トイレのカラーが、ピンク色だったんだよ、うち。白じゃなくて。そう、トイレの、元々の、その、なんていうの、あれが、そう、なんだっけ、ピンク色。そう。家賃16万のアパート。そう、うち無駄にいいアパートに住んでたんだよね。そう、家賃16万のアパート。そう。だから、そう、うちのローンより高い。いや、それで、その後に、いや、そう、私もね、いや、ローンだし、みたいな感じになって、その後、家買ったんだけど、で、そこに、10年ぐらい住んでたんじゃない？今考えるともったいないよね。そう、なんか新築でそのまま住んだから、めちゃめちゃ綺麗だったんだよね。だってリビングだけで20畳ぐらいあったもん。ペイント、ブラック。いや、ほんとそれ。いや、なんか、本当に小学生の時とかって、なんか全然そういう、なんか、変な下ネタとか話さなかったから、エロ本見つけても何やってんのか分かんなかったけど、秘密基地に貯めてあるみたいな感じだったから、なんか今の小学生とかってさ、スネークさんいらっしゃい。今ね、今の小学生とかって混ぜてるねって話してるよ。そう。なんか、どこまでどうして、どれがどうなんだろうね。なんか、やっぱ、小学生とかさ、小さいことを、なんか下ネタとか話すと、ウィットが飛んだ感じになるのかな。間違えてブレーキぶち越した説もある。いや、多分ないと思うぞ。勘違い申し訳ない。大丈夫。いや、ピンクって珍しいよね。うちちなみにお風呂もピンク色だったんだよ。そう、結構こじゃれた感じだった。新築でめちゃくちゃ綺麗なアパート友達の言う通りは暗い不思議ってで、しかも週末40人ぐらい人が集まってて玄関からはみ出して靴がいっぱい置いてあってさ、結構怖かったんだよね。今いろいろ情報が手に入るからねって。いや、そう。エロ本は近所の公園の草むらにたまにあった。草むらじゃなくてさ、駐車場になかった？駐車場。黒いトイレ、実は8番出口の階だった。どういうこと？いや、なんかね、あれだったんだよね。変な騒ぎ。いや、毎週だよ。毎週。
毎週すごかったんだよ。で、私ある日さ、その子んち行った時に謎のよくわかんない絵が描いてある紙を飲まされたことがあって、でなんかね、これ飲むとアトピー治るよって言われて、でなんか治るのだと思って飲んじゃったんだよね。で次の日っていうか普通に家帰ってさ、夕飯の前の時とかにお父さんとお母さんに、そういえば変な紙書いてある紙もらって飲んだわみたいな話をちょっとしたの。そしたらなんかめちゃめちゃキレられて、なんで飲んじゃったのみたいな。でも逆に言うとさ、あの場で断れるだけの神経を私持ち合わせていなかった。まだ幼女の私にはやばいよね変なね、大仏さんみたいのが書いてある紙をなんか6つ折りぐらいにされて、でそれを人飲みで飲んでって言われて、うって飲んで、はぁみたいなわかんない、何飲んだかわかんないでそれ以来なんか家行く時はおやつ持ってきなさいって言われて、そのおやつしか食べちゃダメって言われた。うん。なんか大仏が書いてあった紙飲まされたんだよねいや、私、なんだろう、なんか、あまり人の家とかにあんまお呼ばれとか、そんなに、なんだろう、仲いい子のとこは行くけど、いじめられっ子のとこってあんま行かんから、だからなんかさで、なんか出されたら飲まなきゃいけないのかなみたいな。しかもなんか、アトピーのこと心配してくれてありがたいと思って、出された大仏の紙が書いてある紙を飲んでしまったでもこの通り安心してください、生きてますよおい書くなよ濁してんだから書くなダメだってダメだ、書くなよおい消すぞこのコメントちょっとね、荒地の魔女すぎる。ちょっと待ってちょっと待って、これ削除ちょっとね、荒地の魔女すぎるだろうちのトゲ抜き地蔵っていう紙を飲まされたことは、何その紙、何のトゲ抜くの、消したっていや消されるだろこれは。いちいちさ、いやこんな下ネタしか喋んない私でもさ、気を使って濁しているんだからダメだよ、書いちゃうこのチャンネル明日には消されるかもしれないみんな明日消されたらそういうことだと思ってくれ峠抜き地蔵は笑う。エグザさん、コンビオニーです。いらっしゃい。昔は清純だったって話してたよ今。うん。そういえばさ、なんかそう考えるとさ、なんだっけ一生懸命消したって私も消したよ一生懸命消した、かわいいなそういえばさ、今日縦型配信だけど、どうですかみんな。縦型配信、いつもの配信と違って縦型配信だけどどうですか。チンピクする清純、いやなんかね、よくわかんない友達ん家に行って、なんかよくわかんない大仏が書かれた紙を差し出されて、健康になるから飲んでって言われて飲むぐらいは清純だった。TikTok みたいTikTok かわいいなトッポギみたいなまあな、ビンビンよでもさ、みんなさ、おちんちんビンビンとか言ってる割にはさ、なんかフィットのなんかあまりなんかちょっとなんかえぐい返しが返ってこないからさとても見やすい今では立派なワイダン系 VTuber なんだそれ花うさぎ系 VTuber ですけどおい、香典金包んだ方がいいか。香典金今から待って、お葬式になるの今日が私の命日ってこと絶倫スクワット頑張ってる。おい、トラウマは絶倫スクワット頑張ってるって、この中にトラウが絶倫スクワット頑張ってんのにひよってるやついねえよなカンボジちゃんいらっしゃいこっちは股間に血液集まって脳に回ってないんだぞ。知能を期待するな。すまんすまんマンだけにすまんね、マンコにあぐらをかいてるから私
ピヨちゃん、はせいそう。ピヨちゃんは、せいそうで、カタカナ難しい今日、待って、今日やった。めっちゃ疲れた。村田学は、合体したっていう理解でいいんですかこれ待って、村田学が奥様と合体したってこと？まだ21時だけど待って久々に腰振ったってこと？これそういうこと？そういう自己申告？そういうこと？やっぱりで、そういうことだよね。今日やったってことはスクワットだよ。スクワットかこれびっくりした。すぐ合体だと思っちゃうからさやだ、夜中じゃないわよって。いやでもほら、夜中じゃなくてもやるときやるんじゃないの？朝でもさ、外人とかそうじゃん。なんか海外ドラマとか見るとさ、なんかさ、おはようみたいな感じでさ、グッモーニーみたいな。で、なんか、マイスイートみたいな感じになってさ、突然なんかさ、じゃん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 みたいな音楽が流れてきたと思ったらさ、なんか、今日もセクシーだね。会社に遅れちゃうわみたいな。なんか、でも、なんか、うんたらかんたらとか言いながらさ、気がついたらブラ外して、フレームアウトしてさ、もうそこでね、一発かましてるみたいな、そういう感じじゃん。だからそういうことかと思ったんだよ。村田学家も、村田家も。ヨーポロ、じゃ違う、もうヨーポロじゃないよ、違う。海外ドラマとか大体そうじゃない？海外ドラマって結構さ、あれじゃん、セックスにさ、寛容だからさ、そういう描写バンバン入れてくるじゃん。パラノーマルアクティビティでも、ね、寝起きにイチャついてた。そうだ、パラノーマルアクティビティですら寝起きにイチャついてたよ。合体はしていない。つまりそれ以外はしたと。そういうこと？そういうこと？それはなんか無粋なことを聞いてすいませんでしたね。ちょっと、アストンいらっしゃい。来てくれてありがとう。アストンちゃん。今ね、村田学さんが、なんか今日合体したかしないかみたいな話になって、合体してたみたいな、そういう話になった。ちょっと2000年代初めな感じ。いや、違うよ違うよ。ニューヨークダイアリーズとかでもそうじゃん。で、海外ドラマって朝一にみんな、ズコバコ、ね、一発かましてから会社行くよねって話になってる今海外ドラマの合体しすぎなの見てると、日本のアニメなんだかんだ言われて分かんなくなる。父触り合っておったが、父なんか、いや父はでもさ、あれじゃん、セックスアンダーシティなんてさ、乳首出しまくりじゃんサマーサさんなんてあれだよ、週3か週4しかセックスしないだけでキレ散らかすからね最近セックスレスなのよっつって、最近週5しかセックスしてないのっつってたからね、サマーサさんはだから週5じゃ足りんってことよ。我らが村田学に行きは合体の話のタイミンググレイズアナトミーは病院でしてたって病院でしてた。いちさん、こんばんは。来てくれてありがとう。今ね、海外ドラマっていうか、海外の人たちっていつでもズコバコやってるよねって話。そう。チクリアってって読むんだよ。ごめんね。歌うちゃんいらっしゃい。コンピョーニーです。遅かったね。今ね、海外ドラマは、収録でセックスしてるのに、日本人は週3しかセックスしてないから、これってセックスレスなんじゃないかっていうのを叫んでるよ。縦型配信でやばいだろ。日本の AV が優秀すぎ。いや AV でさ抜けるってさ、君たちのチンコどうなってんだよ私さ AV のさ撮影現場も行ったことあるけどさ、ちょっとあれじゃ燃えないな私君たちはさ、君たちのチンコはどこでちょっと声、ちょっと湿っちゃった喉が。君たちのチンコはどこで反応するの AV の。逆にどこの、この女優さんのこの作品でここのシーンでここでフィニッシュしますみたいな、そういうのがあったら教えてくれていいんだよ。海外は本当に元気すぎるんじゃ。いや、やっぱね、あれじゃない？ AV の現場潜入強っ。潜入っていうか普通に取材で何回か行ったことあるって話。普通に女優さん、結構名のある女優さんの、ね、専属女優さんとかの撮影とか見に行ってたけど、VR の撮影とかも見てたけど、ちょっと私はあれじゃ興奮しないみんなさ
みんなのチンコどうなってんの？大丈夫？日本のさチンコ未来が雲行き怪しいけど、ブラジルだったかな。週10近かったの。週10近い。何でも反応するんですかって。元気じゃん。アニメの方しか見ないのでって京太郎お兄ちゃんはなんだかんだ言って絶倫スクワットしてる黒人男優ものでよく言って、あ、わかるわかるそれ私は結構ねお気に入りでよく検索してみますけど、男優さんが黒人の方だと思えるよね。わかるよ何がわかるんだVR ってでかいカメラで撮影してるの？あ、そうだね。いやカメラ自体はちっちゃいよ。GoPro ぐらいの大きさなんだけど、装置っていうか周りの機材とか音を集約するものとかが結構特殊だから、それの設定が結構大変みたいな。でもなんか個人でも結構設定とかしてる人いるから、なんだろう、その会社でカメラ持ってるっていうよりはそれ専用の人がいるっていう感じだと思うVR は現場と実際見るとは違う。さ、歪むしね。わかる。リスナーは歯食いしばっていたしてる人もおるのにいやだからやっぱ村田家にみんな修行に行くしかないんじゃない？村田家行って奥様にね伝授してもらうしかないじゃないピオリン初のファンイベントってin 村田家まだできてない。スクワットしてあ、そういえばね、昨日もお話ししたんですけど、クリスマス24日は上級ピヨミン限定上級ピヨミンの名刺限定でサンタコスプレで実写配信と一緒に配信します。よろしくね。よかったらみんな上級ピヨミン入ってね。まだ間に合うよなんだっけ、ちなみにね、サンタコス昨日家にあったはずだから引っ張り出してみたんだけど、いやすごいびっくりしたのがワンピース部分がなくて、上の羽織と髪の毛につけるボンボンと手袋しかなかったこれワンチャン全裸でやるってことかなと思ってだから24日までにサンタのコスプレは買ったから衣装ちょっとセクシーになっちゃったけど奥さんはダメよって、奥さんに学ぶどういう男がいいかみたいなね。そうだ、雑学浦田さんご夫婦がやってるのを見学して病気してるんですか？あ、そういうこと？だって私 GoPro 持ってくよ無駄に持ってる GoPro 持ってくよ。それはサンタなのか実際もおっぱいでかい。普通に M カップ今日あるよ普通にバインですよ。昨日はなんかトイレ出た時に取っ手にさ乳首が引っかかってくすりたかったって話してたあ、コアクさんいらっしゃい。お久しぶり。3ヶ月ぶりだね。来てくれてありがとう。今ね、クリスマスの24日実写配信するからって宣伝してたよ。よかったら上級ピヨミンになったら来てね。そう、上級ピヨミン限定で谷間と太ももが映るぐらいの配信にしようかなと思ってます。もはやサンタではない。いや、メリークリスマスだろ私がプレゼントってやつよピューちゃんの実写見るとすごい綺麗でありがとう。そう、なんだっけ、ファンボックスに入ってくださってる方はディスコードの方で写真共有してるからね。だから顔面はねもうみんな見てるからいいやろあとなんかそうなんだっけ、このピオニーちゃんを映しながら実写の映像も映すと実写の映像ちっちゃくなっちゃうから、でっかいおっぱいが見たいかちっちゃいおっぱいが見たいかって言ったら多分みんなでっかいおっぱいが見たいだろうから、実写はちょっと首切りにするね顔も出してるの？出してるよ普通に。だって出して恥ずかしいものはないよなのででっけえおっぺ見たいやろうなみんなってヨシュイさんも上級ピヨミになって24日一緒に楽しもう。そう美少女だけど清楚です言い回しした感じ全部おかしいけど
ね、縦型配信とさ、普通の配信どっちがいい？それは抜けそう。いや、抜けるだろうね。ちなみにみんなに送った写真の時は、G カップか H カップぐらいだから、今もっとでかいから、でかすぎてなんか服がもうないみたいな感じだから、そう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 。だからそう、みんなよろしくね。そう。シャンメリー飲むねって。そう、私もシャンメリー買ってきたから、そう。そう、いちさんは、そう、まず名刺だねって。予算ないし、その日仕事の私って。予算は、昼飯抜くしかない。そう、昼飯抜くしかないね。みんなどう縦型配信どうですか？縦型配信とさ、いつもの配信。ロロロさんじゃんけんピヨになった。内面とりあえずシャトレーゼでケーキ買ってくるわって。歌うちゃんいつ名刺上がるんだい？これはいつ名刺入るんですか？今じゃないの？昼抜くってそういう昼飯代を抜くしかない。なんだっけ、奥様に財布をね握られてる人はマスオさんもやってたけど、大体昼飯を抜くしかない。クリスマスはホワイトクリスマス確定。じゃあ生クリーム塗ってくるか。口からボロボロ生クリームが落ちればそれは重力というものだからね。じゃあ私もうついにじゃあ下着をつける時が来たか。ブラジャーつけっか。ペイの誘惑には勝てない。なおさんはいつ上級になるんだい？せいやでしょ。イブだよ、イブ前日。さすがにイブは0時超えるぐらいまで配信しよっかね。ペイペイやって。ペイペイやってっておかしいな。いやでもね、今日とか昨日衣装頼んだから、カイカイさんいらっしゃい、コンピオニーです。今ね、クリスマスは実写配信するからって話をしてた。うだちゃん上級ピヨミン内面今上級ピヨミンに勧誘してた。そこは乳首に塗りたくんでしょ。さ、バンされるからダメなんじゃないね。そもそもイッチさんは上級ピヨミンですらないから、もうそういう要求やコメントする資格すらない。蹴り前だから上級きついっす。じゃあもう昼飯抜くしかないね。いや、あれだな。ちなみになんだっけ、下着も新調したの。そうそう、私なんかね、可愛い下着のABCDEFGHIJK K カップまである下着屋さん見つけたんだよ最近。だからね、そう下着何種類か買ったんだよね。そうなの。でもね、K カップはほとんどなんかお取り寄せになっちゃうからって言われて、しょうがないから J カップのブラジャーをつけるしかない。J カップをつける。みんなで昼飯抜きますか？みんなで抜くか。上級って何？メンバーシップの種類ですね。そうそう、クリスマスの時ってさ、ASMR の方がいいですか？マイクの方がいい？そしたら ASMR で一緒にくちゃくちゃやりますか？せっかくのせいやでしかも選ばれし者しかいないっていう、もうなんかもうあれだよね、なんかバンされるとかそういうことも絶対考えなくていいし、下手したらさアーカイブも残さなくていいってことだから、ASMR とかでもうバンバンこのクレーム美味しいとか言って久々にやっちゃう。ダメ、このクリーム大きくて入らないとか言ってね、こうやってなんかエコーかけてさ、こうやって今日も美味しいです、ありがとうございますって言ってできるよね。緑のあれが飛び散る。緑いや、緑は病気らしいから、なんか黄色か赤がね健康らしいよ。宮のせいやがせいやになっちゃう。バナナは食べられないもんでさ、私バナナ食べられないから、しょうがないから、じゃあ恵方巻きでも作るか。じゃあ私はクリスマスに恵方巻き作って東のチンコ、西のチンコって南のチンコっつってしゃぶるか。もうタイマニンじゃん。
もうこいつマジでほんとクリスマス何やってんだみたいな。赤でも結構なんかねタンパク質が燃えるから赤か黄色がいいんだって。緑は逆に病気の恐れがあるから病院行った方がいいですって言われた。ずいぶん早い恵方巻き。いやだからね服を呼ぶにはね先手必勝ってことだよ。遅いのは問題だけど早い分には問題ないっしょ。みかん取ってきた馬。突然なんか寝ぼけてるけど大丈夫。緑で大体何言ってんのか分かっちゃうこのチャンネルだろって。みんな精子を燃やしたら緑になるって言ってたカノーマンさん言ってたじゃない？うちのプレデターカノーマン。あれね、あれだから精子を燃やしたら黄色か赤以外の色は病気の可能性がひどいからあるから病院行ってください。ツインタワーさんいらっしゃい。なんかねそうこの配信によく来てくれるカノーマンさんって人がなんか精子を燃やしたらグリーンになるっていうからみんなで私のなんだっけ何日記念か誕生日かなんかでみんなでなんか精子燃やしたんだよね。そしたらなんかコスモでそれでそしたらグリーンになった人が何人かいてでグリーンはお医者さんに聞いたら病気らしいからだから実際もしかしたらカノーマンさんは本当にプレデターだったんじゃないかって疑惑がある。誕生日だっけ？誕生日にみんなで精子燃やしたんだっけ？私も燃やせる液体があったら燃やしたいよ。青白はダメ。病院行って。青白はダメ。病院行って。やばいプレデターになりかけのリスナーたち。いや病院行ってください。お願いします。なんかそう乳腺外科の先生に聞いたらなんだっけ黄色か赤だったら人間の証。そう人間の証。他の色だったら人外かワンチャンプレデターかそれか病気の証だからみんな精子でやっぱ判断した方がいいんじゃない？いやみんなねなんか恥ずかしがってさあんまりね精子燃やさないけどその恥ずかしがることないんだよ。みんなで混ぜて中和しないとってちょっと緑になったぞ今のは誰の精子だみたいなそういうこと？やばいじゃんそれ。なんでみんなで一箇所に集めてんの？バケツかなんかに入れてんの？どういうこと？みんな頑張れ。いやねそんないないいいな人間っていいなって。いやちょっと待って危ないでしょ。みんな病院行って病院大丈夫だよまだ間に合うから。いやモナーザいらっしゃい。コンピオニーですいらっしゃい。いやそう逆突配信めっちゃ盛り上がったよね。そう今ねなんだっけ健康診断してたよみんなの。人間は良いぞ。ほんとやばいなこの配信。いや私の配信私だってもうちょっと可愛らしいことを言いたいよ。いや私だってもうちょっと健康診断そうモナアイちゃんさ精子を今日出して4日間ぐらい置いといて乾燥したら火つけてみて何色になるかであなたの健康状態が分かります。ちゃんと医師監修だから。ガンガン出そうぜ作戦。そういや逆突マイクが反応しなくて積んだんだよなってかわいそうなよしよしさん。そう24日の実写配信のねサンタクロースの衣装なんだけどバストがどうしても入らないから普通のワンピースじゃなくてなんか V ネックみたいになってるワンピースになっちゃったからちょっと父がほとんどかもしれない。もしかしたら父しか映らなくて足は映んないかもしんないわ。初配信からイメージ変わる人多いけどここまで変わるのはすごいよ。いや私変わってないよ。初配信はゆっくり喋ってただけだから何も変わってない。でもみんな変わったって言うけどそれはあなたらの勝手な想像だろ。私は初めからこんなだよ。あれ本当に緑に燃えるのかな。いや緑に燃えた人いたんだけど緑はプレデターかワンチャン病気だからすぐ病院行ってください。
全然変わってない。いや、そうだよ。全然変わってないよね。画面が液まみれになってピオニーチが見れなくなるかも。え、そんな飛ぶ？それさ、何メートルと飛んだかさ、ちゃんと定規で測ってさ、ちょっと教えて。じゃあ、あれじゃない？パソコンのさ、画面の、中央ぐらいに私のさ、アクスタ貼り付けてさ、ピオニーおーっつってさ、ビュって出して、これが、60センチ、みたいな。じゃあ次は10センチ上を目指そうっつってさ、アクスタずらして10センチ。で、そこで、おーっつって、届いたみたいな。俺はまだいけるっつって、1メートル超えだっつって、じゃあ1メートル100センチか。60センチじゃない。私が見た時にはこんな感じだったので違和感なし。そうそうそう。射的か頑張るかっつって。私のアクスタ倒せるぐらいの、生死の威力がなくて、何が種付けだ一から修行し直せ今日からスクワット100回だ絶倫スクワット100回じゃんメーターで飛ばした過去。メーターでほらやっぱ、何メーター ?3 メーターぐらいみんな全然関係ないけどさ、走り幅跳びってみんな何メートルぐらい飛べる？私さ、走り幅跳びさ、1メートル飛べなかったんだけど、歩幅が合わなくて。でもさ、1メートル飛ばせた人ってことはさ、私の走り幅跳びよりも、遠くに、おーってピューロランドしたってことだよね。学生の頃は天井まで届いてた。待って、天井って何メートルあんの？待って待って。やばいだろ、それ。天井に種付けしたってこと？すごすぎる。おい、みんなこれが人間の底力だよ。根源。チンだけに根源だわ。すげえ。5メートル70センチ飛んだ？待って、ピューロランドしたってこと？どういうこと？ 220 メートルぐらい飛ばしたってこと？止められないってどういうこと？何回も天井にビューってなってんの？それってさ、立った状態？それとも寝た状態だったらマジでギネス乗るかもしんないから、今から申請行った方がいいと思うよ。あれじゃ世界一でっかいうんこした人もさ、ギネスに乗るぐらいだから、世界一さ、精子を飛ばした人もギネスに乗ると思うから、今からでも歴史作っていこうぜ。学校の教室の天井が3メートルぐらいだったようだ。そうなんだ。じゃあ、日本の家だったら2メートル30センチぐらいかな。ね、すごいよね。ちょっと、射精の世界記録ちょっと調べてみる？天井に着床って、床か天井か分かんない。確かに確かにどっちがさ、どっちに着床か分かんねえ。どっちがないどこだまるで不快の森みたいな話してる。見えてる不快の森が中間層で、下には綺麗な場所があって、上には不快に侵食された世界があるみたいな。もうやばい、ナウシカの世界みたいな。ここも不快に飲まれたかって。いやもうこの配信やばすぎだろ。ちょっとなんか天井はちょっとね、今日一びっくりした。キティちゃん超えてきた。キティちゃん幼女の話を超えてきた。天井のシミは射精の後。じゃああれ？そういうこと？さ、よく昔の人がさ、天井のシミを数えてる間に終わるからっつってさ、ズコバコやってたじゃん。あれってもしかして、俺がお前に対してつけてたシミってこと？すごくない？ 80 メートル級の鉄筋の上行ってみる。ひたすらはしご登りですが、自分は登って仕事してますがって。80メートル級じゃなくて、80メートルの80メートル精子飛ばせたらギネス記録だよ。ずっとやってたから、お前の天柱なんか一箇所だけ基盤でねって言われるのかなって。そういうこと顔好きよ、あれで。のしえるちゃん、コンピオニーです。いらっしゃい。今ね、なんか、昔、おなってて、精子が天井までついた人の話してる。
種つけちゃった後なのか。確かにね。でもしあれじゃない、ロロロちゃんがクローン作るってなったら、その黄ばみに遺伝子が生きてるかもしんないから、その黄ばみからクローン作ってロロロロロとかって作ればいいんじゃない？本物はロロロだけどクローンはロロロのロみたいな。みんな勇者になれるチャンス。昔の人はガチでやばかったらしいよ。自分で絶頂のタイミングとか自由にコントロールできたらしい。それは今でもできるんじゃないの？それはよしよしさんのチンが修行が足りないんじゃない？行きそうになったらさ、あれじゃあなんかあれなんじゃない？ちょっと手とかちょっと手離したりとかしてはうとか言ってやればいいんじゃない？だからそれでまだ行きたくないと思ったらそうすればいいんじゃない？私今日ポッキー持ってきてたんだよね。実はさ、昨日もポッキー持ってきてたんだけどさ、食べる時間なかったから今日こそポッキー加えて配信しようと思ったのにさ、全然なんか加えるタイミングがないんだけど。いやちょっとやばすぎだわ本当に。いやなんか私一回なんか小さい時になんか父親不倫疑惑みたいのがあって、で中学生のねピオニーちゃんは知識が全然なかったから、はるかなる時の中での恋愛シミュレーションゲームでしか恋愛してなかったから、手を握るだけで満足だったの。だからなんかそうやるとかやらないとかチューとかチューしないとかそういうのどうでもよかったんだよね。でその中で父親が一回不倫してるかも疑惑があった時に、なんか母親になんかでもなんかお父さん帰り遅いって言うけどやるってなったら 2,3 時間かかるんじゃないのみたいな。だから不倫ってそういうもんなんじゃないのって言ったら、バカだねあんたって言われて、なんか男なんてね5分ぐらいなもんよって言われて。で私やるのって5分ぐらいなんだと思ってさ、だからなんか AV とか見てAV とかをね大きくなって見るようになって、あれってさなんかやってる時間がめちゃめちゃだいたい1時間とか30分とかあるじゃん。でそれを見てね、なんかうちの5分ってなんかなんていうのかな、ハムスター以下だなみたいな。いやわかんない、私はわかんないよ。わかんないけど私は母親にそういう風に言われたんだよ。あんたはバカだねーとか言って、なんかすいませんって思ったよ。いやでも5分って男なんてその気になったら5分だよって言われて、いやだからその気になったら5分なんじゃない？ゆるねちゃんいらっしゃい、コンピオニーです。来てくれてありがとう。3ヶ月ぶり。いらっしゃいいらっしゃい。今ねうちの父親は早漏だったって話してた。でなんかめちゃめちゃ久しぶり、来てくれてありがとう。今日はね縦型配信してます。縦型配信どうですか？前期に50分、ペーズリン30分、本番10分とか定して最低でも1時間30分かかる。いや待って、ペーズリ30分もやったらさ、おっぱいさなんか大根削りみたくさ削れちゃうんじゃないの？大丈夫？大根おろしみたくなっちゃうんじゃない？あなたのズリ穴の形におっぱい変形しましたみたいになっちゃうんじゃない？大丈夫かい？いやなんかとか前期に50分やばくない？どんだけいじくり倒すの？いやロロロは紳士だったね。確かに前期できない男は挨拶できないって言うからね。ノートパソコンで見てるからノートパソコンで見てるから細い画面だ。あ、そっか。パソコンで見てると細い画面になっちゃうんだよね。会社の出勤の時とかに配信見てる人とかだと携帯で見るからね。でいつもより距離感近いかもしれないね。幼馴染の元彼さんだったから、幼馴染に彼氏が5分ぐらいで行く上に単勝なんだけどって相談されたことある。あとなんかさ昔さ話したけどさ、なんかたまになんか土地狂ったこと言う人いるじゃん。なんかそれなんかねなんかなんか土地狂ったこと言う人いるじゃん。なんかそういう人だったんじゃない？いやこれはクリスマスの名言で話すわ。ちょっ
とね、土地狂った人に出会ったことがあるから、でも昔話したけどね、そう、クリスマスの話そう。ペイだけで3時間費やしたあだ名が、父もみ貴公子。ペイだけで3時間ってさ、結構、でもあれだよ。ここだけの話だけど、ちょっとみんなの夢ぶっ壊して申し訳ないけど、本当に巨乳にしたいんだったら女の子をね、おっぱいは揉まない方がいいからね。ぶっちゃけた話、なんか変に揉むとしぼむ一方だから。そうだよ。だからダメなんだよ。あんまりもんじゃ。女同士のカップルも幸せなんだから道具使えばいい。女同士のカップル、私ダメなんだよ。なんかね、なんかレズビアンの人に人脈がなさすぎて、いつもなんか害悪ばかり起きる。そうだ、なんかついてない。でもね、ゆりの友達多いんだけどね、めちゃめちゃ多いんだけど、吸ったりしてもダメみたいなこと、吸ったりはいいんじゃないかな、わかんないけど、でも私、乳首はなんか、強靭な乳首すぎて、なんか乳首触られたぐらいじゃあんってなんないと思うんだよね。だって、鼓とキックが毎日舐めるからさ。奥さん揉みすぎたかも。いや、やめろ、その問題発言やめろ。ちっちゃいって言ってるみたいなもんじゃん。じゃあ脇やお腹の肉に移動させていく感じでさえればいいのかな。それもさ、脇肉にあれちょっとごめんね、マジレスするとそう私元 F カップがここまでおっぱいが大きくなったこの元 F カップぐらいだったのが M カップまで成長した私からちゃんと言わせてもらうとおっぱいの肉は脇から持ってきたらそのままブラジャーに収めて固定し続けないといけないんですよね。だから一時持ってったからって言っても肉っていうのは元々の場所にいたがりたがって戻っちゃうからだから意味ないんですよ。いや遺伝じゃないよ、ぶっちゃけ遺伝じゃない。だって私のお母さんペチャバイだもん。 B ないぐらいだもん。妹もクソペチャバイだもん。私だけ M カップだから遺伝とかないよ。努力。いやもともとでっかい素質はあったんだけどほぼほぼ努力だと思うぞ。ピオニーが背中の肉持ってきたと私だからおっぱいの肉を脇とかから持ってこれないんだよね。もう持ってきちゃうと M カップじゃなくなっちゃうから、もっと弾け飛んじゃうから、だからつけれるブラジャーもほとんどないから結構大変だよねほんと。お肉は戻る。いやお肉戻るよ。形状記憶だから人間の体って。そうアロンアルファでもう固めるしかないのか。アロンアルファを注入するってこと。じゃあちょっと奥様で覚醒でおばあちゃんはね巨乳だったんだよ。そうでもおばあちゃんのね乳首はピンクだったんだよ。私は茶色だから。もうまず鼓さんと吉花さんを承認から承認されてからダメなといけないのか。じゃあクリスマスに鼓と吉花連れてくるから連れてきて挨拶させるか。カメラ見るかな。先祖返りかもしれないって。爆乳の家系だったかもしんないよね。確かにおばあちゃんの妹さんも爆乳だったもんな。気づいた時にはみんなブラジャーしてなかったよ。そうかもしんないね。奥さん E カップ巨乳の脂質あったらのに揉みすぎたかなって。いや3時間揉んじゃったらちょっとあれなんじゃない。やっぱねあれだと思うよ。まあ雰囲気で持っていくのが一番で、雰囲気。まあ前儀前儀ってなんだ。前儀ってなんだ。ちなみに私が書く同人誌も前儀のシーン書きたくないから底落ち2個まですぐ全裸だから。服書きたくないから。前儀ってなんだ。ピューさんは学生時代から出っ張り。私学生の時はあれだったよ。高校生ぐらいの時は H カップぐらいだったと思うよ。でも B カップのブラジャーつけてたよ。父があったら揉んじゃうんです。あ、そう。そこにおっぱいがあったから。前儀ってなんだ。七
聴者数10人くらい減ってる。やばいやばい。本当にそんな減ってる？減ってないよ。こっちから見たら減ってないけどね。いやでもあれこの時間だからね、おすすめあれじゃない？もともとのなんだっけ、なんだっけ、推しの子たちのとこに行く時間だからね、そろそろ。舌いじめちゃダメって、舌いじめちゃダメって。いや、あなたは天井いじめちゃダメでしょ。いや、私は速攻うち2個まですぐ全裸だよ。もう服書きたくないもん。速攻だよ。最後は勇者しか残らない配信。いや、同説減ってない。大丈夫大丈夫、みんな大丈夫だよ。まあ同説が減ってようが、たとえ私の視聴者が一人だろうが、私は下ネタしか喋んないけどね。折り返しして突然可愛い路線とかよくわかんないことしないから。そう、なんかキャラ作りもしないし可愛い子ぶりっ子もしないからいきなり抱いてるのかってどういうことどういうこと前儀とはお互いの気分を高め合って交わせることそれ3時間かけんの最近21時に寝ちゃうから久々に遊びに来れた。あ、そうなんだ。いや、来てくれてありがとう。嬉しいよ。下着ラメ壊れちゃう。あ、そう、私基本下着つけてないから私スーパー行く時もなんかノーブラノーパンで行ってるから下着を脱がすシーンはないね気がついたらもう家帰ってきて一番初めにすることは手洗いうがいの前にパンツ脱ぐことだからそうそうだからもうみんなもねでもねパンツって良くないと思うんだよね。やっぱみんなもチンをでかくしたいんだったらパンツ履くのやめた方がいいと思うよ。うん、だって私ブラジャーしなくなってから父でかくなったからやっぱ良くないんだと思う。うん、3時間かけるしスースーすりゃしないよ。スースーなんかしないよ。下着もう忘れた存在です私だってあれだもん、無駄にパンツだけ無駄に少なくてなぜかなって思ったら、そうやっぱ私パンツ買ってないわと思ってこの間久々にパンツなるものを買いました。一回さ都会に住んでた時さ池袋にノーパンで行っちゃってさ、その時スカートだったんだけど普通にミニスカートだったんだけど急いでさユニクロでパンツ買ったよねノーパンだったらごめんちょっとパンツ買っていいっつって夏の暑い日に狭い漁港で育った魚は大きく成長しないおいみんなの港は大航海時代ですか鎖国時代ですか？大丈夫ですかじゃあカティはもちろんコミケノーパンで来るってことだよね。ズボン脱がせっかんなクロマザーかなあざーすすごい履き心地よかったよ。ゴムがないパターンのやつで、でもね、鼓がね半分ぐらい食べちゃって胃液だらけになったからね捨てちゃったけどシャンパリちゃんおやすみ。 USJ 行った時にパンツ飛んだ時USJ でフライングダイナソー乗った時はパンツとその時生理に終わりかけだったんだけどタンポンが吹っ飛んだっていう話したよねいやあれは騙されてフライングダイナソー乗ったから私は被害者だから大航海時代どんだけ後悔してんのいや後悔するぐらいだったらこれから後悔しない人生を歩んだ方がいいよやっぱ、バキバキにしていくしかないんじゃないか。あ、22時になった。待って、別のものがフライングしてしまいそうな。いや私みんなはフライングするかもしんないけど私はフライングしないからいや私はつけてない履いてないけどそんなね露出狂ではないからね。確かに学生の時陸上部だった時はノーパンでやってたって抵抗やすれ防止。やっぱすれるの？やっぱチンってすれるんだ。でも全然関係ないけどさブレイキングダウンっていうさ格闘系のYouTube の番組をね見てたんだけどそうこの間のブレイキングダウンに出てた
試合10周年だったんだけど、それのね第1ラウンドに出た人がファールカップニキって言って、なんか中学ではブイブイ地元を言わせてたんだけど、股間がでかすぎてなんか女の人に逃げられ続けてるから、これを機に試合で勝って自分に自信を持ちたいって言って試合に臨んだんだけど、入るファールカップがなくて、でなんか特注のファールカップ作ってたんだけど、股間がねマジ長かったよ。おかえりちょっと股間が長いって話したら OBS 切れちゃったいやぜひね無料で見れるから、よかったらちょっとファールカップ2期ちょっと見てください。股間めっちゃでかいよ。立ってなくていいのに多分30センチぐらいあったと思うよ。いやあれすごかったマジで。太ももの半ぐらい、いやそれぐらいあった、マジあった。立ってなくてそれみたいな、お前ネタやろとかってすごいバカにされてたけど、でもなんか、結局試合は負けちゃったんだけど、いやだから芯の棒がでかいってこと、恵方巻きってことよいややばいよね、やばい。中学水泳部だったからノーパン0秒バルスノーパン0秒でバルスってどういうこといやすごいよ本当に、めっちゃでかい。いやちょっとあれはねすごいから、みんな映像よかったらツイッターとかで共有すればいいのかな。このチャンネルのファールカップ2期がすごいみたいな感じで共有すればいいのかな。ちょっとチンだけでも見てほしいサトルも注目したいね。サトルはサトルからは有料だからでもここから AV で稼げる。いやぶっちゃけた話、日本の AV はモザイクかかるから入れてない撮影とかも全然あるんだよちなみに私が見学に行ったスタジオっていうか収録の時は VR の撮影で、その男優さんがでかすぎて女の子が入らないって言って、じゃあ入れてるふりでいいですってやってたからだからちょっとでかすぎるのも問題なんだよ。トリックの鈴木なんだっけ、田中次郎だっけ上田次郎だ、上田次郎みたいになっちゃうからさ中学時代陸上部の女子がノーパンは履かない、すごいと思った。あ、そういうこと、ノーパンなんだ上田教授はさ映画でもさ、もうモザイク1メートルぐらいモザイクかかってたからねすごいピクセルのでかいさモザイクかかってたからねいやだからやっぱね、でかすぎんのもねそうね、この人でかすぎるのも問題だから、ちょうどいいサイズが一番いいんだよ。18センチぐらいがいいんじゃないわかんないわかんないけど、いや何センチがいいのかわかんないけど、まあとりあえずみんな実輪スクワット頑張ってくださいいやなんか18センチはでかいよ。あ、本当？なんかあれどうやってズボンに押し込んでるんや。わかんない。ちょっと剣道の道着の下もノーパンで、そうなの？じゃあメーンってやられてさ、メーンの棒がちょっと下割れちゃってさ、股間に当たっちゃったらメーンどころじゃないじゃんあ、しりゅうちゃんいらっしゃい。やっぱね、みんな股間は何センチって話してたよ最近は毎日50回やってる。50回 ?60 回じゃないの18センチはでかい、確信。いや18センチぐらいがちょうどいいんじゃないのかな、わかんない。あんまり違う。ちなみにさ、歌うちゃんさ、あれ俺のチンコはめちゃでかいってめちゃめちゃみんなに言ってたじゃん。なんかコメント連打してたよね。俺のチンコはでかいでかいでかいみたいな日本人の平均は 12.5 センチぐらい。赤ちゃんの靴と同じってこと竹が市内で当たったら痛そうね。18は立派よ。18は立派だよね。18センチぐらいがちょうどいいんじゃないね。なんか自慢するにもいいし、でもなんかどうなんだろうね。本気モードとなんか今日はどうでもいいモードの時で収縮率が違うんじゃない？常に本気モードでいられるようにみんな絶輪スクワット頑張ってくださいやばいな、今日縦配信だから、なんかあんまりなんかちょっと露骨なことをあんまり言うとバンされちゃうかな。
そこまで言ってないが、とりあえずそれぐらいのサイズで、ほら出たよいや、歌うじゃんさ、俺はでかいぞみたいな。俺はめちゃめちゃでかいぞ、でかいって言ってたじゃん。18センチあるって。ちゃんと測った？赤ちゃんの靴と一緒にされる日本人の平均。赤ちゃんの靴ってさ、それぐらいじゃなかった。画像ないと信用できない。確かに。あれだからさ、あれじゃない？もう歌うちゃんはさ、私に画像送ってさ、じゃあ物差しと一緒に画像送ってさ、検証して、で私がそれにモザイクかけてディスコードで共有すりゃいいんじゃない？本当だったみたいな。なんならちょっと 0.5 センチちょっと大きいぞみたいな。そうなんかそういえばサウスパークでちゃんとなんかチンコの長さの測り方をめちゃめちゃやってたな。でちゃんとどれぐらい本当なのか、本当に彼はでかいのかみたいなね。でかくないかもしれないから、ね、わかんないけど。突然逆突ほら送れよっつってサウスパークなんででもね、親父がなんかあいつ地層学者なのに地層学者とか言っときながら、私が学生の時にそのチンのちゃんとした測り方を考案したとか言ってて、なんか 3.14 かけるうんたらかんたらとか言ってたから、ちょっとそれはちょっと違うかもしれない。ピオニーちゃんのアクスタでもいいじゃない。あ、確かに私のアクスタさ18センチじゃなかった？ 16 センチか。だから私のアクスタよりもでかくなきゃダメだから、そっか、私のアクスタとチンを並べて写真送ればいいってことまあもうじゃあ定規か私は定規か私そんなに大きくないよ。突然自己申告しないでだから22過ぎちゃった。はい。いや今日もね愛も変わらずすごい下ネタしか入ってなかったですが、どうもありがとうございましたね、多分こんなにね、なんか下をね、堂々というね、女性 VTuber もあんまりいないと思いますんで、よかったら皆さん高評価、あとコメント、あとよかったらツイートっていうか拡散よろしくお願いいたします。あとショートとかね、みんなよかったらコメントとか高評価とか、あとリツイートとかなんかしてくれるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあね、そんな感じで今日は終わりたいと思います。明日は配信なくてね、木曜日の夜はね、お休みって書いたんだけど、多分配信できると思うから、木曜日の夜配信すると思うから、またみんな来てください。よろしくお願いします。はい、じゃあそれじゃあね、また明日もね、お仕事頑張ろうね。はい、じゃあおつぴよにーでした。みんなバイバーイ。今日もありがとね。バイバーイ。